こんにちは。今日は日本人の、女性が痩せすぎていることとか、日本人の女性が痩せすぎている理由についてお話ししようと思います。そのインターネットを見ていても、日本の街でね、普通に歩いてても、よく言われることが、日本人の女性痩せすぎているっていうのをね、よく聞くんですよ。で、僕は、そう、日本に生まれて、これが普通って思いながら生きてたんですけど、やっぱり外国に行ってから、日本に戻って、で、同じように生活してたら、やっぱりそういう風に感じることもあるんですね。で、こうやって感じてるのが、イメージだけじゃなくて、本当にデータもあるんですね。ちょっと調べてきたんで、このボロボロの紙にね、読みながら話すんですけど、その自分の体重が他の人と比べてどの、位置にいるのかっていうのを分かるために、BMI っていう指標ありますよね。で、その BMI の指標を見ながら、ちょっとお話しさせていただくんですけど、BMI の平均値が、だいたい22ぐらい、その中央値ですね。中央値が22ぐらい。で、BMI の指標の中で正常とされる数値は、BMI が18.5から BMI25、このレンジの間は、正常とされるみたいですね。もちろんこのレンジの外でも、例えばアスリートの人だったら、身長に対して体重がね多いけど、筋肉があるから、仕方ないっていうのもあると思いますけど、基本的にその普通の人にとって、BMI は18.5から25が正常っていう感じらしいんですね。で、日本人男性は、そんなにその痩せすぎているっていうデータはなかったんですけど、日本人の女性がちょっとやばくてですね、日本の女性の中で、BMI が18.5以下の人、つまり正常より低い人は、20%もいるんですね。これ僕初めて見た時びっくりしたんですけど、ちなみに、僕が今から話すのは、厚生労働省とか、CDC とか、WHO のデータをソースを元にして話してますけど、もしもっと気になる人がいたら自分でね確認してくれたらいいと思います。で日本で BMI が18.5以下の人は20%で、逆にアメリカとイギリスも比較の中にあるんですけど、アメリカは BMI18.5 以下の人は2%で、イギリスも2%ですね。つまり日本の方が、単純に計算して、18.5以下の BMI の女性が10倍いるっていうことですね。つまり痩せすぎっていうことです。で、逆にね、BMI その25以上の人ですね。つまり、太ってるって言っていいかわからないですけど、その平均、その正常値より高い人、その BMI が高い人は、25以上、BMI25 以上の日本人の女性は3%ですね。で、逆にアメリカで25以上の BMI の人は65%で、イギリスは45%ですね。で、これを見ても、アメリカちょっと高すぎるなっていうのは思いますけど、それに比べてイギリスが40%で、さらに日本が3%っていうのは、本当に太っている人が少ない。で、逆に、痩せすぎている人も多いっていう感じですね。で、最後に、これは参考程度に聞いてくれたら嬉しいんですけど、BMI が30以上の人
んですね。つまり肥満っていうレベルになると思うんですけど、BMI30 以上の日本人の女性は、1%から2%で、それに比べて、アメリカでは、BMI30 以上の女性が35%で、イギリスだと13%ですね。まあ、こう見るとやっぱりアメリカすごいですよね。30以上ですからね。アメリカで BMI25 以上の人が65%で、30以上が、35%ですから、 BMI25 から、BMI30 の人はまあ大体30%ぐらいで、それよりもそれよりも、BMI が高い人が35%っていうことですから、まあ、そう考えるとね、まあ、アメリカは日本と逆の問題があるんだと思いますけど、今日はそれについて話さなくて、まあ、日本人の女性がね、痩せすぎているっていうことなんですけど、まあ、データを見たところで、なんで日本で、まあ、こんなに痩せている人が多いかっていうことについてもちょっとお話ししたいんですけど、まあ、大きく分けると2つぐらい理由があると思うんですね。で、僕の意見ではこの1つ目の理由が一番大きいと思うんですけど、同調圧力ですね、とか集団意識っていうところですかね。まあ簡単に言うと、友達のグループの中で、みんな他の女の子は痩せているのに私だけ太ってるのは恥ずかしいって思って、まあ結構やばいダイエット、無理なダイエットをしちゃうっていう女の人が多いんじゃないかなと思うんですね。やっぱり日本の同調圧力ってかなり強いと思うんですよ。とは言っても、昔から、そう国籍とか性別の同調圧力は、まあ、強くないと思うし、まあ、今もね、どんどん良くなってると思うんですよ。っていうのは、その僕も友達のグループの中に外国人よくいますし、まあ、いろんなね、国籍の友達が同じグループになって話すっていうこともありますし、性別についても、男だけのグループに女性が一人いても、まあそんなに気にしないとかね。その他にももちろん、同性愛者の人がグループの中にいても、気にしないっていう人が多いんですよ。僕にも同性愛者の友達がいますし、まあそういう人とそのグループの中でね、一緒に話しても別に、目立つっていうことはないんですけど、同調圧力が強くなるシチュエーションっていうのが、やっぱりね、年齢とか、あと、体型、見た目の同調圧力ってね、結構強いような気がするんですよ。例えば、海にね、行くじゃないですか。で、海に行ってビーチを見ると、まあ、例えば、まあ、結構お年寄りで、ふくよかな、体型のおばあちゃんがそのビキニを着てでビーチにいるっていうのも、まあもちろんそういうのは全然いいと思うんですけど、そういうのを見て、変だと思う人が多いような気がするんですね。つまり日本ではビキニを着る人のイメージっていうのがあるんですね。ビキニを着てもいい人とか、ビキニを着られる人っていうのは、これ僕の意見じゃないですよ。僕の意見は、おばあちゃんがビキニ着てるのとってもいいと思いますし、まあ、体型もね、全然関係なく、みんなビキニ着てもいいと思いますけど、一般的な、日本のビキニを着られる人のイメージっていうのは、あの若くてスタイルがいい女性だけっていうイメージが悲しいけどあるんですね。っていうのも若い人の中でも、例えば女性のグループで一緒に
ビーチに行って一緒に海に行って、ビキニを着るっていう水着を着るっていうシチュエーションで、他の、女の子、同じグループの他の女の子はスタイルがいいからビキニを着てもいいけど、私は他の女の子より痩せてないからビキニは着れないって言って、お腹を隠すような水着を買う人とかね、そもそも水着を着なくて、普通の T シャツと普通のズボンを履いて、ビーチで遊ぶっていう女の人も結構多いんですよね。でこれは、昔からこのイメージがあって、で今若い人になればなるほどそのイメージがなくなってくるかなって思ってたんですけど、実際はそんなことがなくてですね、まだ今の若い人、高校生とか大学生の中でも、グループの中で他の女の子より私は、え見た目が良くないから、ビキニを着れないっていう女の子もいるみたいですね。もう一度言いますけど、これ僕の意見じゃないですからね。僕の意見は、どんな体型でも、どんな年齢でも好きな服着て、外に出たらいいと思いますけど、一般的なイメージについて今話してますね。で、これが一番大きい、理由、日本で痩せている女性が多い理由で、二つ目が、やっぱりメディアの影響ですよね。日本のアイドルとか日本のモデル、女優、みんな痩せてるんですよね。本当にたまに太っているとかふくよかなアイドルとか女性女優さんいますけど、そういう人って本当に純粋なアイドルとしてプロモーションするんじゃなくて、自分が太っているっていうことをアピールしながらアイドル活動をするっていう人が多いんですよね。それに太ってちょっとふくよかな女優さんも映画の中では普通の役をすることももちろんありますけど、そういう普通の役よりはその役が太っているべきな役をするっていうことがあるんで、そういう影響ですよね。何か特別なことがなかったら、痩せていなきゃいけないというか、メディアに出られる人はあのそういう体型の人が多いので、結果的に私もなんか痩せなきゃって思う女の人が多いのかもしれないですね。この日本人痩せすぎ問題について僕の意見をお話しさせてもらうと、さっきも言ったみたいにどんな人、どんな見た目、どんな体型の人でも好きなファッションしてで好きな服を着られるっていう状況が一番いいと思うんですね。日本以外の国だとボディポジティブ運動みたいなのあるじゃないですか。特に欧米とかだと、自分の体を好きになりましょうとか、自分のもっと自信を持ちましょうっていう運動があると思いますけど、日本では本当にその運動人気じゃないんですね。もちろんありますよ。もちろんボディポジティブ運動みたいな運動があって、でそれを支持する人もたくさんいるんですけど、それをねはるかに上回る感じで私は痩せなきゃって思う女の人が多いんですね。で僕はこのボディポジティブ運動には賛成してるんですね。どんな体型でもね自分に自信を持って生きていくことが大切だと思うんですけど、でもやっぱりさっき話したみたいにBMI ですよね。正常の範囲外の人、BMI が18.5以下
わかんないですけど、BMI が18以下、17以下の人もいると思いますし、逆に BMI が30以上、30、わかんない、33以上とか35以上の人もいると思いますけど、まあ、さすがにね、そのレベルになると、ちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。不健康、自分に自信を持つことはいいですけど、それで何か病気になっちゃったりね、するのって悲しいですから、もちろん BMI の範囲内、BMI18.5 から25の中の正常の範囲内にいなければいけないっていうことではないんですけど、うーん、あまりに痩せすぎてたり、あまりに太りすぎてたりしてたら、健康が心配になるんで、さすがにそうなると、正しいダイエットを、していく必要があるんじゃないかなと思いますね。そんな感じで今日は、日本人の女性が痩せすぎている問題っていうことについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。